アジア随一の金融都市香港。高層ビルがそびえ立ち、富裕層が集まる街としても知られています。また路地裏にはローカルな屋台が所狭しと並び、美食の街としての一面も持ち合わせています。しかしこの香港で深刻な格差社会が広がっていることをあなたは知っていますか？香港では人口の5人に1人、およそ139万人が貧困状態にあると言われています。特に目立つのが65歳以上の高齢者の貧困です。貧困層のおよそ4割にあたる約58万人が十分な収入や支援を受けられないまま日々の生活を送っています。そして彼らの多くが暮らしているのがゲージハウスや棺桶ハウスと呼ばれるかなり狭い劣悪な住宅です。立って歩くだけで壁にぶつかるような場所に何十年も、あるいは人生の終わりまで暮らし続けなければならないみたいです。今回はなぜこんなにも香港の格差が生まれてしまったのか、その謎に迫りたいと思います。なぜこれほどまでに貧富の格差が生まれたのか、そのヒントはたまたま街で見かけた不動産の張り紙にありました。これはもう全部売るです。売り？これ3億4千万。こういった物件の価格が高い理由としては、税制と極端な土地不足が理由として挙げられます。香港の総面積は1100平方キロメートルありますが、市街地として利用できるのはそのうち約 25% ほど。残りは山地や自然保護区に指定されていて、開発がかなり制限されています。さらに香港では法人税が 16.5%、 個人所得税も最大 17% と非常に低く、政府の主な財源の一つが土地のリース収入です。実は香港の土地は全て政府が所有しており、個人や企業は長期の借地権を購入する形になります。そのため政府が土地の供給量をコントロールでき、価格が下がりにくい構造になっています。こうした仕組みが不動産価格や家賃の高騰につながっているみたいです。次に香港の家賃がどれほど高いのか、中心部から少し外れた 1DK に住む女性に話を聞きました。今の職業を教えてください。So I'm actually an English teacher. It's not in an actual school. It's more of like an English tutorial center. だいたい収入いくらぐらい？ Every month I earn 25,000 Hong Kong dollars. 結構もらうんですね。この部屋はだいたいいくらぐらい？ This one is 14,000 Hong Kong. はい。30万。は 14,000. い。はい。30万。これ何平米あるんですか？ So it's this one, 233. めっちゃ狭い。それでお金は残ります？ I do save, but very little. Like really? maybe I think per month I can save like 2,000 to 3,000. That's why I'm going to move back in with my parents, and they live in a public housing. それは家賃いくらぐらいですか？ Very cheap. Very cheap. $3,000. Yeah, so 3 bedrooms and Three then bedrooms? yeah, Yeah. one big, like the living room is big, Yes. and then 1 kitchen and 1 bathroom. But they had to wait, I think 6-7 years. 彼女が言っていた公営住宅とは、香港政府が低所得者向けに提供している住宅制度のことです。彼女の実家は 3LDK で月6万円、民間でもし同じ広さを借りるとしたら、その10倍以上の家賃がかかります。現在香港には約76万戸の公営住宅がありますが、毎年25万件を超える申し込みがあり、常に26万人以上が入居を待っている状態です。政府は3年以内の提供を目標にしていると発表していますが、実際の平均待機期間は5年以上、もしくは10年以上待ち続けている人たちも少なくはありません。背景にあるのは土地の制限と住宅供給の遅れ、今や香港社会全体の課題となっているそうです。よく借りれましたね。I'm very lucky to get it. Very It's lucky? very hard to get. Yeah. So 幸運じゃないと生活していくのも厳しいのが香港の現状。市民は一体どのような日常生活を送っているのでしょうか。
香港では2024年の消費者物価指数が前年比で 4.8% 上昇。特に日用品、食品、住宅関連の価格上昇が顕著で、実質的な生活費の上昇率はアジア屈指とされています。例えば香港市内のラーメン1杯は日本円で1600円から2400円、ファーストフードのセットメニューが2000円を超えるほど物価が上がっているようです。飯食べてたら香港の物価高について取材してもいいよみたいな言ってもらったんで、今からちょっとカメラ回しますね。生活するの大変です。對對，去買嘢嘅地方，全部都係邊冇嘅。全部都係咩咯？邊度？手機唔係手機手機買嘢，好似淘寶啊，嗰啲地方買，依家係全部開嘅地方都係食肆，即係食賣食嘢嘅地方，做食嘢嘅地方，變咗咧，你多間鋪頭，好多鋪頭，冇咁多人，你明唔明啊？明啊，係啊，依家買嘢係好方便。彼女の話の通り、香港の人は生活コストを抑えるために選んでいるのが中国本土の通販サイトの活用です。香港で購入するよりも約2割から4割価格が安い商品が手に入るとされており、日用品や衣類、家電製品に至るまで多くの品が越境 EC で調達されるようになっています。香港大学メディア研究センターの調査によると、20代から40代の約 65% が月に1回以上中国本土の EC サイトを利用していると回答しています。中でも回答が多いのはタオバオ、ジンドンなどで、街中には通販の荷物を受け取る専用ロッカーや集配ステーションが整備され、生活のインフラとして定着しています。もはやこうした越境通販は単なる節約術ではなく、香港の都市生活における標準的な購買行動になりつつあるのです。唔知呢度咩都有得食，什麼都唔知啊！拜拜。ありがとうございます。月50万円くらいの収入をもらっていても厳しい生活を余儀なくされるここ香港で、人口の 20% もいるとされる貧困層の人たちは一体どのような生活をしているのでしょうか。今回貧困層が住むエリアで活動しているボランティアの方々に同行させていただき、香港の現実を見ていきたいと思います。きつい、もう36歳以上本当にきついです。これ貧困層の方が住んでいるほとんどの建物では 1,2 階には住居はなく、階段をひたすら登り続けなくてはいけません。ハロー。ちょっとすごい想像でする。建物の中には人が密集して歩けなくなるほどのスペース。何床あるかちょっと数えさせてほしい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、6部屋ぐらいあるんですか。差不多19個。19。18、はい。きちんと数えたはずでしたが、あと2床はどこだったんでしょうか。18。18。いや、はい。とにかくすごい密度です。ここは棺桶のような見た目からコフィンホームと呼ばれる居住空間です。コフィンホームは1950年代から残る構造の住居で、年々減少を続けるケージハウスと異なり、未だに貧困層が暮らす場所として残されています。昔から住む男性に話を聞いてみました。仕事は今してますか？冇。年金です。呢個綜援啦，政府接種嗰個國際金。有啊，做酒店啦。酒店？hotel。我係一個乜？我試酒啊 ，white steward 啦。What's the name？ white steward taste the white red white champagne。品酒師啊。我1982呢個1982嗰時啦，我喺度麗晶嗰時做咗10年。結構いいところに働いてたのに、なんでこうコフィンホームに？哦，現在呢個咩啊？家庭問題咧，呢個
幾多錢咯？買樓之後幾多嗰啲離婚啦嚇，唔係成個問題。我買有樓有成嘅，我買有樓咁買俾我係啦。離婚？識唔識佢哋㗎？因為離婚，然後他財產都沒有啦。識啦。部屋を見せてもらっていいですか？哎呀，那看就可以了。嗯带你去看看。嗯，いいですか？はい。你其实听得懂一点日语是吗？あそうおおお한국인 다先輩係啊。おお咩龍啊？即係係啊。お什麼東西呢？おギシギシ怖い係啊。うわ肯定啊，我哋執到。おお怖い怖いギシギシ言う哇！下の住人が壊れる。咩諗到你大佬？今がサブディバイデスユニットっていう、間仕切りで木のボードで仕切られた少し狭い狭小住宅に入っていきます。Hello。狭い。狭い。もう考えられない。ここが共用のキッチン。これがトイレ。数年前まで多く見られた先ほどのコフィンホームやゲージハウスは近年では減少傾向にあります。2010年のビル倒壊、2011年の火災という悲惨な事故をきっかけに香港政府は2014年頃から違法住宅対策を本格化。また多くのメディアで取り上げられ、基本的人権としての居住環境が問われたことによって徐々に法令の改正・強化が行われました。しかし新たに定められたその法令の抜け穴を使い、基準ギリギリの規格で作られたカプセルホテルタイプやこのような分割ユニットなどの物件が代わりに台頭しているのが現状です。いつからここにいるの？10年くらい。もう働いてないの？補助金で生活してる彼女も。其實比較順。申請嗰啲公屋，現在要等。等哦。I don't know this 公，我都不知道，但就一定要等。なぜ香港じゃなくて深センとかに行かないんですか？我們申請的公屋呢，要等他給我，但是我都不知道，不知道他是給我的我公屋我都不知道，這是香港的政府給我們的，但是我們不知道他何時。家族はいないんですか？冇啊。不相信。不相信。何も言えないですね。謝謝你啊，謝謝。はい、ということで動画いかがだったでしょうか。撮影はできなかったんですが、今回8億円する高級住宅を見せていただきました。マジで別世界で、僕のような一般人の人たちには一生かかっても手に入らない世界が確かに香港には存在していました。その一方で一般の人たちは生きていくだけでも精一杯っていうのが現実です。香港はこれからどんな未来を描いていくのでしょうか。今回はですね、初めての YouTube 撮影で2泊3日という短い期間だったので、まだまだ伝えれない部分がたくさんありました。もし香港の格差について詳しい方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えてください。今回の動画が少しでもいいと思っていただいたら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは次回はベトナムでお会いしましょう。See you!